はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらですね、タイトルの通り JBL の完全ワイヤレスイヤホンの2つを比較していこうと思うんですけども、1つ目がこちらですね、2022年の4月1日に発売されたライブフリー2という完全ワイヤレスイヤホンになります。こちらと2021年の10月に発売されましたツアープロプラス TWS ですね。こちらを比較していこうと思います。この2つっていうのは直近ですね、2022年の4月1日にライブフリー2が発売されまして、かなりですね、もう人気で売れているモデルになるんですけども、こちらはミッドレンジのですね、JBL としては初めてのですね、ノイキャン入り完全ワイヤレスイヤホンとして使ってほしいというですね、ミッドレンジのモデルになっていまして、こちらのツアープロプラスは半年前に発売したモデルにはなりますけども、位置づけ的にはフラッグシップモデルということで、価格もですね、2万円超えてくるものになっています。この2つを比較すると、価格がですね、現在でも8000円弱ぐらいですかね、違っていて、結構値段幅がありまして、やっぱりですね、フラッグシップモデルの方がいいんでしょって普通に考えれば思うんですけども、今回発売されたこちらのライブフリー2もかなり良くて、ライブフリー2でしかできない機能なんかも結構あったりするので、その辺をですね、どちらも使ったですね、私が実際に比較してみて、どういう人にライブフリー2がおすすめで、どういう人にツアープロプラスがおすすめかというのをご紹介するとともに、私個人的にですね、買うんだったらどっちがいいのかっていうのをですね、最後にご紹介していければいいなと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、気になる方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい。ということで、こちら JBL の2機種ですね。スペックから比較していきたいと思います。どちらもノイキャンや外音取り込み、ワイヤレス充電には対応しているモデルとなっています。片耳のイヤホンのみでの使用も可能で、どちらも片耳で使用したときはモノラル再生になりますので、片耳だけつけて散歩に行きたいとか、そういうニーズも満たせるイヤホンになっています。マルチポイント接続と呼ばれる2台同時接続して、音が鳴ったデバイスから音を出してくれるっていう機能があるんですけども、こちらに違いがありまして、ライブフリー2の方はマルチポイントに対応していまして、ツアープロプラスはマルチポイント未対応ということで、こちらですね、結構大きな違いがあります。このマルチポイントを求めている方っていうのも結構いると思いますし、私もですね、結構そうなんですけども、今マルチポイントありなしっていうのは結構大きな差で、今後ですね、ツアープロプラスがアップデートでマルチポイント入れれるのかどうかちょっとわかりませんけども、2022年の4月現在だとマルチポイント入っていないということになっています。ドライバーサイズなんですけども、ライブフリー2は 11mm という大口径のドライバーが使われていて、ツアープロプラスは 6.8mm のドライバーが使われています。サイズがですね、大きければ迫力ある音が出せると言われてますけども、必ずしもですね、大きければ大きいほど絶対にいい音が出るかって言われると、まあそうでもないので、ここはですね、まあちょっと違いがあるかなっていうところですね。Bluetooth のバージョンは、ライブフリー2ですね、やっぱ最新のものは 5.2 に対応していまして、ツアープロプラスはバージョンの 5.0 というですね、少し前の Bluetooth のバージョンとなっています。対応コーデックは SBC と AAC となっていて、どちらも同じです。他のメーカーのですね、イヤホンなんかだと、LDAC とか aptX アダプティブに対応しているモデルもあるんですけども、JBL は現在は SBC と AAC のみということになっていて、対応コーデックを増やすよりもドライバーを工夫して音をですね、いい音を出すという方針でですね、製品開発しているということになってますね。で、充電時間はどちらも2時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、これ若干差がありまして、ノイキャンオンの時は両方とも6時間。ノイキャンオフ時だと、ライブフリー2は7時間。ツアープロプラスは8時間ということで、そこでちょっとですね、差があります。イヤホンケース併用すると、こちらは逆にライブフリー2の方がちょっと長くて、最大35時間。ツアープロプラスの方は最大32時間となっています。カラー展開は、ライブフリー2はブラック、シルバー、ブルー、そしてライス限定のローズというですね、カラー展開になっているんですけども、ツアープロプラスはブラックの1種類のみということになっています。重量なんですけども、こちらもですね、結構差がありまして、ライブフリー2はケースとイヤホンを合わせて 53.9g ぐらい、ツアープロプラスは 72.6g ぐらい。で、イヤホン両耳の重量は、ライブフリー2は 9.6g、ツアープロプラスは 15.1g ということで、ライブフリー2のはかなり軽いイヤホンにはなってますね。そしてイヤホン防水規格は両方とも IPX5。充電ポートは USB-C です。保証期間は両方とも1年間となっていて、この辺はどちらも一緒ですね。で、その他としましては、後ほどご紹介しますけども、アプリでできることとかがちょっと違いますので、こちらですね、またアプリのカスタマイズ性のところでご紹介したいと思います。Amazon の価格なんですけども、ライブフリー2は現在 Amazon で 14,500 円ぐらい。ツアープロプラスはちょっとですね、価格が揺れてまして、2万円弱で売ってる時もあれば、22,000円ぐらいで売ってる時もあるということで、5,000円から7,000円ぐらいですかね、実売価格で差があるというものになっています。
こを見るとですね、直近発売したライブフリー2のが上回ってる点も結構あるんですけども、ツアープロプラスはやっぱドライバーにですね、やっぱこだわっているということで、かなりですね、音の質なんかもちょっと違いますので、その辺もですね、後でご紹介していきたいと思います。そうしましたら、外観について見ていこうと思うんですけども、外観は先ほどからお見せしているようにこんな感じになっていて、パッと見はちょっと分かりづらいかもしれませんが、ライブフリー2のレビュー動画でもお伝えした通り、こちらはですね、結構プラスチック感があって、高級感って意味だと、ライブフリー2はあんまりないですね。普通のプラスチックのケースという感じになっているんですけども、ツアープロプラスは結構、色味的にはですね、パッと見似てはいるんですが、結構ですね、金属感があって、結構高級感があるというか、やっぱり質感なんかも全然違いますし、やっぱハイエンドでですね、フラッグシップモデルならではのこの辺のですね、帯なんかとか、作りなんかもしっかりしているなっていう感じがしていて、結構ひんやりした感じもあってですね、やっぱ高級感はあるなっていう感じがしています。ただ結構ツアープロプラスの方は厚みがですね、分厚いので、ポケットなんかに入れるとポケットが膨らんじゃうかなっていう感じがしますけども、ライブフリー2の方は若干ですね、薄くて、30mm 未満のですね、厚みになってますので、ポケットの中にも入れやすいかなと思います。この辺のですね、高級感とか、所有欲なんかを満たしたいって方はやっぱですね、フラッグシップモデルのツアープロプラスが1個抜けてるんじゃないかなと思いますね。でケースを開けるときが、ツアープロプラスはこんな感じでですね、縦型で開くような感じになるんですけども、ライブフリー2はこういう横に置くような形になって、こんな感じでイヤホンが収まっています。イヤホン本体を比較してみるとこんな感じで、かなりですね、形なんかも違いまして、ライブフリー2はなんかですね、豆みたいな、横長のイヤホンになっていて、ツアープロプラスは結構ですね、丸い感じのイヤホンになっていて、だいぶデザインなんかも違うかと思います。この辺結構好き嫌いが分かれる部分かと思いますけども、ツアープロプラスはやっぱりですね、イヤホンケースの質感と同様に、この辺が金属っぽい質感になっていて、高級感でいうとツアープロプラスの方があるのかなと思います。ただライブフリー2もですね、結構シンプルな感じで、光沢がありながらも JBL のロゴが大きくて、ただ JBL のロゴが大きいからって言って主張しすぎずにですね、さりげなく入ってるっていうのは結構いいポイントかなと思います。で裏に行くとこんな感じですね。ツアープロプラスはここに脱着センサーがついてるのがよくわかると思うんですけども、ライブフリー2の方は脱着センサーがどこについてるかっていうのがパッと見分かりづらいんですが、私が試した感じだとこの前の方についてるんじゃないかなと思います。イヤーピースを外してみるとこちらですね、結構違いがありまして、ツアープロプラスは普通のですね、円形の形になっていますので、サードパーティ製のですね、イヤーピースなんかにも付け替えることが可能です。対してライブフリー2はこんな感じで楕円形になっていて、これによって装着感なんかもとてもいいんですけども、サードパーティ製のイヤーピースだとちょっと付け替えれるものっていうのはですね、あんまりないのかなっていう感じがしています。イヤーピースもちょっと比較してみると、こちらの真っ黒な方がツアープロプラスなんですけども、ツアープロプラスの方が結構この傘の部分とかですね、分厚くてしっかりした感じはしてますね。やっぱりライブフリー2の方がちょっとペラペラしていて、若干安っぽいような感じには見えます。そんなに装着していてですね、かゆいとか、なんかふにゃふにゃしすぎて変な感じするなってことはないんですけども、2つを比較してみると、フラッグシップモデルのツアープロプラスのですね、イヤーピースの方がなんかしっかりしてるという感じですね。それからインジケーターの場所がですね、ツアープロプラスの場合はこのイヤホンの内側に入っていて、この内側が光るんですけども、ライブフリー2の方はこちらですね、外側にインジケーターがついていて、そんなにイヤホンを耳にしていてですね、めちゃくちゃ明るいっていうインジケーターではないので、そんな目立つ感じはしないですけども、インジケーターが外にあることによって、周りの人からですね、チカチカ光ってるのが見えちゃうっていうのがどうなのかなっていう感じはしています。光るんだったら、せめて中にしてくれた方がいいかなとは思いますけどね。こんな感じの違いがあります。やっぱり高級感的にはやっぱツアープロプラスのがやっぱフラッグシップモデルだけあってあるかなという感じですね。はい、そうしましたら、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、アプリでのカスタマイズも、フラッグシップモデルのツアープロプラスが全てですね、機能的に多くて、ライブフリー2のができないことのが少ないんじゃないかって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、意外とそうでもなくて、ツアープロプラスにはできるけど、ライブフリー2にはできない。でライブフリー2にはできるけども、ツアープロプラスにはできない機能っていうのもあったりするので、この辺ですね、ちょっと比較していこうと思います。違う部分だけですね、ご紹介していくんですけども、全てのですね、機能を知りたい方はそれぞれのですね、レビュー動画も上げてますので、そちらを見ていただきたいと思います。まず違いの一つ目が、こちらですね、ノイキャンとか外音取り込みの部分がちょっと違うんですけども、ライブフリー2の方ができることが多くて、例えばこのですね、外音取り込みの
強さのですね、切り替えだったりとか、ノイキャンの強さをこう切り替えれたりとか、そういうことができるようになっています。さらに、こちらのアダプティブノイズキャンセリングというのを使うと、周囲の騒音の大きさによってノイキャンをですね、自動に強くしたり弱くしたりっていうのを調整してくれるという機能があったりします。この辺ですね、実はツアープロプラスの方には入っていなくて、ノイキャンだったらノイキャンの強さ1種類、外音取り込みだったら外音取り込みの強さ1種類で、その辺の調節っていうのがすることができないです。で、さらに、こちらですね、音漏れの補正だったりとか、あと外受動の補正という機能がライブフリー2にはついていまして、鼓膜の部分から耳の出口のところまでの外受動の形状っていうのは人によって全然違うようで、そちらを測定してくれて、皆さんの外受動に合わせたノイキャンに自動で調整してくれるという機能もあったりします。こういうのがですね、結構できるようになっていて、ライブフリー2のがノイキャンや外音取り組みに関してはできることは多いなっていう感じはしていますね。それからこちらですね、タッチ操作のカスタマイズも若干違いがありまして、左と右で両方ともですね、グループごとで設定しなきゃいけないとか、そういう部分に関しては一緒なんですけども、こちらですね、ノイキャンや外音取り込みの切り替えをイヤホン本体でするときに、ツアープロプラスはどうしてもですね、ノイキャンと外音取り込み、それからノイキャンも外音取り込みのオフのこの3モードがぐる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 回るということで、絶対にオフのモードが入っちゃうということになってるんですけども、ライブフリー2はそこ改善されてまして、アンビエントサウンドの操作という操作コマンドを割り当てたときは、ワンタップでノイキャンと外音取り込みだけをぐるぐる回すか、それともノイキャンと外音取り込みとオフをですね、こんな感じでツアープロプラスと同じような感じで設定するかっていうのを選べたりするので、私なんかはノイキャンも外音取り込みを使わずにオフの状態で弾いてることってほとんどないので、このモードが入っていることによってタッチ操作がですね、複雑になってちょっとめんどくさいなっていうのがツアープロプラスにはあるんですけども、ライブフリー2はそれがないっていうので、こちらもですね、ライブフリー2のが一歩リードということになっています。これ地味にいいんですよね。ツアープロプラスだと1回ノイキャンから外音取り込み入れて、もう1回ノイキャンに戻そうと思ったら2タップ必要になるんですけども、ライブフリー2は1タップでもう1回ですね、ちゃんとノイキャンに戻るということがあって、かなりこちら改善されてますね。あと違う部分としましては、こちらですね、マイアラームとサイレントナウっていう機能がツアープロプラスにはついているんですけども、ライブフリー2にはついていないです。このマイアラームとサイレントナウって何ぞやっていう話なんですけども、こちらですね、イヤホンをつけたまま、寝ようとした時とか、例えば夜行バスなんかに乗って移動している時に、周りがですね、やっぱり走行音とかが鳴っているので、音楽をかけたまま寝たいんだけど、寝てる最中にずっと音楽が流れてると、バッテリーも食ってしまいますし、途中で起きちゃう可能性もあるので、寝た頃になったら音楽をですね、停止してノイキャンだけにしてほしいみたいな時に、このマイアラームっていうのを設定することができます。例えばこんな感じにしておくと、1時間半は音楽をかけっぱなしで、そこからですね、3時間半は静かなままという感じで、合計5時間後にアラームになりますよみたいな、こんなですね、設定をすることができます。これもですね、外で仮眠取りたい時とか、そういう時とかですね、結構いいのかなって思いますし、例えばちょっとですね、どこかに遠征に行ったりしてカプセルホテルに泊まりましたっていう場合だと、やっぱ外がですね、ちょっとザワザワしてる場面もあると思うので、そういう時にノイキャンをかけたままですね、眠るみたいなパターンもですね、あるかなと思うんですけども、そういう時なんかは結構重宝する機能かなと思います。ただ通勤とか通学でしかイヤホンを使わないという方はあんまりいらないと思うので、そういう方は全然ライブフリー2でもいいのかなと思います。こういう機能もですね、あんまり見なくて、JBL 独自だなっていう感じがするので、これもちょっと面白い機能ですね。アプリとして結構違う部分はその辺ですかね。ボイスアウェアっていう機能はですね、ライブフリー2からついたのかなと私結構思ってたんですけども、ツアープロプラスのいつの間にかアップデートで入っていたみたいで、これもですね、使えるようになっていたので、あとできることとしてはほとんど変わらないですね。こんな感じで結構違いがありまして、こちらですね、2つは同じアプリを立ち上げて別のイヤホンにこう繋いでるだけなんですけど、結構見た目なんかも違いまして、使い勝手なんかも結構違っていて、個人的にはライブフリー2の方がだいぶ使いやすくなったかなと思いますけども、こんな感じの違いがあります。結局ですね、マイアラームとかサイレントナウ以外は、こっちのですね、ライブフリー2の方ができることが多くなっていて、ライブフリー2ですね、やっぱり最新のモデルっていうこともあって、エントリー向けノイキャンのモデルとなっていますけども、できること多くなってるなって感じがしていますね。はい、それでは音質についても比較していくんですけども、今回改めて聞き比べをしてみて結構ですね、違うなっていうのを感じました。もともと JBL っていうのは結構低音のパンチとかですね、アタック感が強くて、低音強めなイメージがですね、皆さん結構持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まさに JBL のそのアタック感とかが強いなって感じるのはライブフリー2という感じで、まさにですね、ライブとつくだけあって、ライブハウスにいるような感じの低音のアタック感みたいなのはこちらの方がですね、あるなっ
っていう感じがしていて、デフォルトですね、どちらも聞き比べてみたんですけども、デフォルトのままだとライブフリー2のが好きなバランスだっていう方も結構いるんじゃないかなと思いました。一方で、ツアープロプラスっていうのは、低音のアタック感ですね、やっぱり JBL だけあってあるんですけども、ライブフリー2よりは控えめになっていて、どちらかといえば高音域とか中音域が前に出ていて、低音域はちょっとですね、奥に引っ込んでいるような感じがしています。それがダメかっていうとそうではなくて、結構 JBL っていうのはイコライザーも優秀で、自分でですね、カスタムイコライザーだったりとか、プリセットなんか使っても音がですね、がっつり変わるっていうのがわかるので、どちらかといえば味付けをですね、あんまりしていないのがツアープロプラスで、自分で調整したい方っていうのは、こちらのがですね、向いているかなと思いました。逆にですね、デフォルトのままであんまりそういうイコライザーとかですね、自分でいじったりするのが好きじゃないとか、そういうのがよくわからないっていう方にとっては、こちらの方がいいなって思う方もいるかもしれませんね。デフォルトだと小さなですね、ライブハウスの中で聴いているような感じがして臨場感もありますので、とってもいいんじゃないかなと思いました。ツアープロプラスは、そういうですね、小さいライブハウスで聴いてるっていうよりかは、もうちょっと大きなですね、例えば、1000人規模とかの、ちょっと大きなライブハウスなんかで聴いているような感じで、ライブフリー2に比べると音量が広いような感じになっていて、これもですね、また気持ちがいいなっていう感じがしています。音量が広くてですね、こっちの方が好きな方も絶対いると思うんですけども、100% こっちがですね、いいっていうようには思えなかったんですけども、ツアープロプラスはそんな感じで、ちょっとですね、音量が広い感じがしていて、空間表現なんかも豊かだなっていう感じがしているのは、その辺はですね、やっぱりフラッグシップモデルならではかなと思いました。デフォルトのまま聞いてると、ちょっとですね、物足りないなって方ももしかしたらいるかもなと思ったので、こちらはイコライザーありきで、いろいろですね、自分で調整していくと、とてもですね、楽しめる音になっていると思います。で、一昨年発売されてめちゃくちゃ人気だったこちらのですね、クラブプロプラスですね。こちらの音にですね、どっちかといえば近いのがライブフリー2で、高音域から低音域までをバランスをですね、整えて低音域に頼り切った音じゃなくした、高級感あるようなですね、音にしたっていうのがツアープロプラスかなと思っているので、もし2年前にですね、こちらのクラブプロプラスを買ったけど、そろそろ買い替えたいっていう場合に、やっぱ同じ JBL が良くて、どっちにしようかなともしかしたら並んでる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、そういう方の場合は、こちらのですね、ライブフリー2買った方が違和感なくですね、移行ができるんじゃないかなと思いますので、そういう意味だと、ライブフリー2のが有利かなと思います。今回改めて比較してみてですね、ツアープロプラスも割と低音強めだなと思ってはいたんですけども、比較してみるとライブフリー2のはだいぶかなりですね、強いですね、低音になっていますので、こっちの方が好きな方もかなり多いかなとは思います。はい、それからノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、どちらもハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されていまして、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングっていうのは、イヤホンのですね、外側から音を拾って騒音をカットするのと、イヤホンの内側のマイクで音を拾って騒音をカットするのを合わせたものをハイブリッドアクティブノイズキャンセリングっていうんですけども、これはどちらも搭載されていて、ノイキャン自体は両方ともしっかりとですね、使える品質になっています。で、改めてノイキャンをですね、オンにして、電車なんかも乗ってきて比較してきたんですけども、そうすると、ライブフリー2の時もですね、かなりノイキャン強いっていう話をしたんですけども、比べてみると、やっぱツアープロプラスのが、1段階とまではいかないですけども、0.5 段階ぐらい強いノイキャンになってるかなと思いました。かといって、ツアープロプラスのノイキャンが最強かって言われてもですね、そうではないので、十分ですね、どちらも使えるノイキャンにはなってますが、より一層ですね、電車の音なんかを軽減してくれるのはツアープロプラスかなと思います。ですので、周りの音を気にせず集中して作業したいという時はツアープロプラスの方が良いですね。で、外音取り込みなんですけども、こちらに関しては私個人的にはライブフリー2の方がだいぶ良くなってるんじゃないかなと思っていて、ツアープロプラスだとちょっと音楽をかけながら会話するのってちょっとしんどいかなって感じはしてたんですけども、ライブフリー2の方が音が聞きやすいなと思っていて、それから外音取り込みですね、小さな調整なんかもできまして、音楽をかけながらでも会話しやすいのはライブフリー2だなっていうのを感じました。外音取り込みをとにかく重視したいって方はこっちかなと思います。ただどちらもですね、トークスルーと呼ばれる外音取り込みにして音楽の音量をですね、ぐっと下げる機能っていうのは搭載されているので、普通にですね、音楽を聴きながら外音取り込みにするんじゃなくて、本当に会話したいときはそのトークスルーの方に入れてもらえば十分ですね、ツアープロプラスでも会話できますので、そういう意味ではどちらもですね、会話は成り立つかなと思います。装着感もご紹介していくんですけども、装着感はですね、結構こちら形状が違いまして、装着感もだいぶ違います。どちらかといえばツアープロプラスはノズルがですね、ちょっと短めで、割と耳の浅い位置でフィットするなっていう感じがしていて、カナル型特有のブスッとですね、耳の奥で入るっていう感じではあんまりないので、とにかく軽い感じでつけたいとか、そのカナル型特有の耳の中に入っていっちゃうのが苦手っていう方はこちらの方がですね、まだ使えるかなと思います。ライブフリー2の方はこんな形をしていて、
ノズル短く見えるんですけども、耳の中にスポッてはまってですね、このイヤホン本体も含めて耳の中にしっかりと収まるっていう感じがしていて、結構ですね、ビタッと耳に密着するような感じがしています。個人的にはですね、しっかりと密着していてくれた方が安定感ありますし、決してツアープロプラスが耳から落ちてしまうっていう意味ではないんですけども、安定していて、つけていて安心感があるのはライブフリー2かなと思っているので、こちらは好き好きがあると思うんですけども、私個人的にはライブフリー2の方がだいぶ好きですね。イヤホンをつけたところを写真で撮って比較するとこんな感じに見えるんですけども、ツアープロプラスの方は通常のですね、円形になっていまして、ちょっとはみ出てるようにパッと見にはですね、見えちゃうかなっていう感じがします。ただどっかが痛いとかですね、そういうことは全然ないんですけども、パッと見なんか大きいものが耳にですね、ポンってついているのはよくわかるかなと思います。対してライブフリー2は耳にですね、しっかりと収まっていて、なんか自然な感じで収まっているように見えるんじゃないかなと思います。これを見てもらってもですね、やっぱライブフリー2はしっかりと綺麗に収まってるっていうのを感じるんじゃないかなと思います。ちなみに前から見るとこんな感じですね。ライブフリー2の方は耳にですね、しっかりと収まっていて、全然はみ出てるって感じがしてないんですけども、ツアープロプラスっていうのはライブフリー2に比べるとはみ出してるなっていう感じがするので、ツアープロプラスのこのはみ出方っていうのもまあ許容範囲かなとは思うんですけども、やっぱりツアープロプラスの方が若干はみ出てるなって感じがしています。これはちょっと好き好きがあるかなと思うんですけども、参考にしていただければと思います。はい、続きまして、最後ですね、通話品質についても比較していくんですけども、こちらですね、Zoom で撮った音声を比較していきたいと思います。まずはライブフリー2の方からお聞きください。はい、こんにちは。こちらは JBL ライブフリー2 TWS とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、続きまして、ツアープロプラスの方をお聞きください。はい、こんにちは。こちらは JBL ツアープロプラス TWS とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うと、このような感じで相手に音声が届くことになります。はい、いかがでしたでしょうか。やっぱだいぶですね、音質なんかも結構違っていて、どちらかといえばツアープロプラスは高い音がしっかり聞こえるなって感じはしてますけども、ライブフリー2は結構低音なんかもしっかり入っていて、やっぱマイクがですね、進化してるのかなっていう感じはしていますね。ただライブフリー2は、こちらもですね、レビューの時言いましたけども、若干ですね、反響しているような感じがして、それがですね、違和感ないなっていう方はライブフリー2のが向いてるかなと思いますけども、音質だけ見たらライブフリー2のはなんか若干良くなってるかなっていう感じはしますけども、ちょっと反響している部分で、どうかなっていうぐらいの通話品質かなと思います。どちらもですね、普通に通話する分には使える品質をしているんじゃないかなと思いますね。はい、ということでですね、今回 JBL の最新のですね、ノイキャンより完全ワイヤレスイヤホンであるライブフリー2とフラッグシップモデルのツアープロプラス、こちらをですね、比較してきました。どちらもいいとこ悪いとこあって、一概にですね、絶対こっちがいいっていうのは言えないんですけども、私的にですね、どっちがおすすめかっていうのをご紹介しておきます。私の場合はですね、やっぱりこちらの最新のライブフリー2ですね、こちらはとてもですね、完成度が高くて、そんなめちゃくちゃ悪いとこっていうのもなかったので、こちらのですね、プラスチック感がある感じとか、そういうのが気にならなければ、こちらとてもおすすめです。機能的にもですね、ツアープロプラスとライブフリー2比べてできないことっていうのはほとんどありませんし、むしろできることのはこちらが多くて、マルチポイントも使えますし、ノイキャンとか外音取り込みのですね、細かい設定なんかもできたりとか、あとノイキャンと外音取り込みの切り替えをですね、イヤホン本体でするときにオフがですね、入らないとか、そういう部分もあって、かなりですね、こちらいいんじゃないかなと思います。そうです、ツアープロプラスは、絶対ダメかっていうともちろんそうではなくて、やっぱりこの高級感とかですね、フラッグシップモデルならではの、所有欲を満たせてくれる感じとか、音量が広くて、ちょっと広めのですね、1000人規模ぐらいのライブハウスで音楽を聴いているような、そういうですね、感覚にも落ち出してくれますし、ノイキャンもですね、やっぱりこっちの方が若干強いっていうのがあって、そういう部分で音楽に没入させてくれるっていうのもありますので、いいかなと思います。カナル型特有の、やっぱりイヤホンのですね、耳の奥にブスって入る感じがこちらはないので、そういうのが苦手って方もやっぱりですね、こっちの方が嬉しいんじゃないかなと思いますので、個人的には好きなのはライブフリー2ですけども、ツアープロプラスもですね、ハマる人にはハマるんじゃないかなと思います。先ほどもちょっとご紹介しましたけども、2020年に発売したクラブプロプラスですね、こちらは大人気のモデルだったんですけども、もう1年半ぐらいですかね、
ね、経ちまして、結構ですね、バッテリーがへたってきちゃった方とかで、JBL のですね、完全ワイヤレスイヤホンね、買い替えようかなと思ってる方も結構いるんじゃないかなって思うんですけども、こちらから買い替えるんだったら、やっぱりライブフリー2の方が音の傾向っていうのがちょっと似てるなっていう感じがしますし、違和感なく乗り換えれるんじゃないかなと思います。もちろん価格が安いっていうのももちろんありますので、私だったらライブフリー2の方がいいんじゃないかなと思います。ただもともとこのクラブプロプラスっていうのはこちらのですね、このデザイン性結構ゴツゴツした感じが好きっていう方もいらっしゃって人気が出たっていう部分もあるので、そういうですね、デザイン性とか高級感みたいな部分だと、ツアープロプラスの方がやっぱりあると思いますので、どちらがいいかっていうのはあると思うんですけども、ライブフリー2を買っておけば、そんなにですね、満足できないってことはないんじゃないかなと個人的には思っていますね。JBL の中の位置づけだと、やっぱフラッグシップモデルのツアープロプラスに匹敵するぐらいというか、それとですね、比較してしっかりとですね、評価できるぐらい、こちらミドルレンジのライブフリー2がですね、完成度を上げてきたということで、これとてもすごいことだなと思いますので、こちら15,000円しないわけですから、めちゃくちゃやっぱ人気が出るっていうのはわかるかなと思います。2022年ですね、まだ4月ということで、これから8ヶ月ぐらいあって、どんどん新しいモデル出てくると思うんですけども、その中でもですね、かなり名作な機種のですね、一つになるんじゃないかなと思いますね。こちらどちらも概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はですね、ぜひチェックをしてみてください。ということでですね、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、これからもチェックしていただけると嬉しいです。それからこのイヤホンをですね、レビューしてほしいとか、このイヤホンとこのイヤホンをですね、今回みたいに比較してほしいみたいなのがありましたら、コメント欄に書いていただけると参考にさせていただきます。それから私はブログもやってまして、ブログの方でも完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較記事をアップしていますので、時間がある時にチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。